こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると続けて編んでいくプルオーバーを作っていきます。ここまでが袖で、これ以降は胴体部分を続けて編んでいきます。模様はこんな感じで V と長編み3つ三角、これを繰り返していきます。途中一部だけ模様を増やしてアクセントになるように編んでいきます。さりげない感じのアクセントになっています。で、シルエットは肩から腕にかけてなだらかに体に沿うような形にしました。綺麗な形になっています。この模様はとても可愛くて、今回は綿で作っていくんですが、秋冬用にウールとかアクリルでざっくりと編んでいってもとても可愛く出来上がります。で、サイズの変更の仕方も丁寧に説明していくので、簡単に好みのサイズにすることができます。とても可愛く出来上がるので、よかったら試してみてください。で、今回使う糸はこのセリアさんのニューエンジェルコットン 20g で約49メートル、綿 100% でカラーナンバーは2019、使用かぎ針の目安は3から4。これを今回は7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針、これも今年買った糸なんですが、24ですが重さが違っています。こっちは 20g、 こっちは 25g。 最後に使った糸の量を書いておくので、そこから換算して必要な糸を用意してください。今回使う糸は綿 100% なんですが、ちょっとしなやかな感じがします。太さはこんな感じで、だいたい 1.5 ぐらいに見えるかと思います。この糸で編んでいきます。最初に作る鎖の数について説明します。私は今回鎖を130編んで約75センチ。これはだいぶ広めの形になっています。広くて浅め、だいぶ広めです。で、この段階でちょっと首元にメジャーを当ててみて、75センチで大丈夫かを確認します。で、ちょっと広いようでしたらもうちょっと狭くするためにサイズの変更が必要になります。サイズの変更の仕方を説明します。こんな感じで計算していくと、必要な最初の鎖の数が計算できます。ちょっとややこしいので、具体的な考え方の手順を見ていきます。まず作りたい襟ぐりの広さ、ここまで鎖を編みます。これは厳密な数ではなくて、大体の好みの長さで、これを半分に折ります。で、これを3対2ぐらいに折ってみます。3対2で、3対2にした場合、これから作る襟ぐりはこ
こんな形になります。例えば2対1ぐらいにした場合、もっと細長くなります。で、だいたい3対2から2対1の間で好みの比率を決めます。で、これぐらいでよかったらここから計算します。で、計算の仕方はこことここを別々に計算します。まずこっち側、次はこっち側と計算します。で、今回の模様はまず鎖、細編み、V、一つの V を作るためには細編みが3つ必要です。で、細編み3つということは鎖3つ、V は3の倍数になります。で、この部分にここにいくつ V が入るかを考えます。鎖3個で V が1つできます。ここに何個 V が入るか、その V の数に3をかけます。 V×3 プラス2、これが長い辺の鎖の数、この緑の部分。同じようにここも V が何個入るか、 V×3 プラス2、これがこの短い辺の鎖の数。こことここの鎖の数が出てきたら、この一周の鎖の数、その計算の仕方はまず長い辺、短い辺かける2、こっちにもこっちにもあるのでかける2、マイナス4、長い辺、短い辺かける2、マイナス4と計算します。鎖編みをしていきます。この時少し長めに糸端を残しておきます。だいたい10センチぐらいあれば大丈夫かと思います。で、この時はゆったりではなくて普通ぐらいの加減で編んでいきます。で、このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。偶然なんですが、この鎖の数はこれから私が作っていくこの襟ぐりの広さの鎖の数の半分になっています。で、少し鎖の数が違うだけでだいぶ出来上がりの広さは変わってきます。なのでこれから途中で何回か体に当ててみて、でイメージした広さになっているかを確認します。次はこれをつないで輪にします。これが最初の鎖、これが最後の鎖。ねじれていないか確かめます。この最初の鎖の上が2本の1、上が2本で下が1本、これを引き抜きます。まず引き抜いて、もう一度引き抜いて、これで輪ができました。次は細編みをしていきます。1周目は細編みだけをしていきます。まず鎖を1つ、
鎖の根元に細編み。この時は鎖を裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。この鎖の裏はここに針を入れるとここと同じ裏山なんですが、ちょっと入れにくいので、だいたいこの近くに入れたら大丈夫だと思います。一つ目の細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。この裏の盛り上がっているところ、次もこのまま細編みを続けて一周します。細編みを編んできました。これが最後の鎖。この糸端の出ているすぐ手前、ここが最後の鎖。最後の鎖に最後の細編み。ねじれていないかもう一度確かめます。最初の細編みに引き抜いてつなげます。これで1周目の細編みが終わりました。次はマーカーをつけていきます。私はこの位置、この針が出ているところが1つ目。こんな感じで4箇所にマーカーをつけて広がるように編んでいきます。ここが1つ目。ここから数えて26番目。ここにマーカーをつけます。ここから数えて41番目。マーカーをつけます。ここから数えて26。この位置にマーカーをつけます。で、サイズの変更をした場合には、この計算式から出た数、例えばここが14の場合は、ここから14番目。この計算式から出た数、例えば26だったら26番目にマーカーで、またここはここから出た数、14だったら14で、またこの数がこの位置にマーカーをつけます。ここはこの数、ここはこの数、それぞれマーカーを含めて数えていきます。まずここからスタート。このマーカーを含めて数えて26。マーカーを含めて数えて1、2、3、4、5、6、7と数えていきます。これが26番目。このマーカーを含めて次の数41番目。1、2、3、4、5と数えていきます。次またマーカーを含めて数えて26。
最後はこのマーカーを含めて41番目はこの1つ目のマーカーのついたところ、ここは1番目でもあり41番目でもあります。でこれでマーカーがつきました。ここからここが広がるように編んでいきます。2周目はこの V、でここで一応もう一回首に当ててみて、で好みの襟ぐりの広さであるかを確認します。もし極端に広かったり狭かったりしたら、この段階でもう一回鎖のところから長さを調節します。面倒なんですが出来上がりがだいぶ変わってくるのでした方がいいかと思います。1つ目のマーカーのところから始めていきます。これが1つ目のマーカー、2つ目のマーカー、3つ目のマーカー、4つ目と編んでいきます。まず鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編み、これが1つ目の V、次も V を作ります。足元は1つ飛ばして2つ目長編みをします。1、2、次は鎖1つ同じところに長編み、これで V ができました。次も V を作っていきます。次の V は足元2つ飛ばします。ここでは足元1つ飛ばしたんですが、ここでは2つ飛ばして3つ目に長編み、鎖同じところに長編みで V を作ります。次も同じように V、 足元は2つ飛ばします。1、2、3、次も V、 2つ飛ばして3つ目、次は足元1つ飛ばします。1つ飛ばしてマーカーのところ、ここでは足元2つ飛ばしています。ただこのマーカーの手前、このマーカーの隣は1つ飛ばします。こっちのマーカーの手前も1つ飛ばします。1つ、他は2つ。このマーカー前後は1つ。1つ飛ばして2つ目。マーカーを付け替えておきます。でマーカーの前後は足元1つ。1つ飛ばして2つ目に長編み。
これでマーカーの前後は1つ、他は2つ。次から2つずつ足元を飛ばしていきます。1、2、3。また1、2、3。次はマーカーのところ、マーカーの前後は細編み1つ、1つ飛ばして2つ目に長編み、でマーカーの前後は1つなので、ここも1つ、1つ飛ばして2つ目、でここでも同じようにマーカーのついた V の前後は1つ、こんな感じになっています。次も同じように、この間は2つずつ、ここは1つ、これが最後の V、 最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜いてつなげます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目はこの長編み3つ、 V の中に長編み3つ、まずこの最初の V に針を入れて糸を移動します。今この鎖の上に糸が出ているんですが、この V の中から糸を出すように糸を移動させます。糸を引き出してこれをかぶせるようにして引き抜きます。これで V から糸が出ました。ここから長編み1つの代わりの鎖を3つ、3で同じところに針を入れて長編みを2つ、でこの鎖3つは長編みの代わりなので長編み3つ、次も長編み3つ、この V の中に針を入れて長編みを3つずつ、次も3つ、この2周目はずっとこの長編み3つを繰り返していきます。次も3つ、次も3つ、このマーカーのところでも同じように V の中に長編み3つ、数を変化させないで同じように長編み3つ、ここも長編み3つ、ここも同じ、くるっと編んでいきます。
で、長編み3つ編んだらマーカーは付け替えておきます。で、ぐるっと編んでいきます。3周目を編んできました。3周目は全部長編み3つ、マーカーのところも全部長編み3つ、最後の長編み3つ、最初の鎖に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はこの三角を作ります。まず鎖を2つ、1、2、次は未完成の長編み、足元は1つ飛ばして2つ目、ここは長編み3つのうちの3つ目、1、2、3、ここに未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで絡めて、1、2、3本あるうちの2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編み、これを一度に引き抜いて三角、マーカーを付け替えておきます。鎖2つ、1、2、次も三角、この長編み3つの1つ目と3つ目、未完成の長編み、次も1、2、これで未完成長編みが2つ、一度に引き抜いて三角、鎖2つで三角、こことここ、一度に引き抜いて三角、鎖2つ、でマーカーのついているところも同じ、ここも三角、で三角でマーカーを付け替えておきます。で全部同じように三角、マーカーがついているところもついていないところも全部一つずつ三角を作っていきます。これで1周します。4周目を編んできました。これが最後の三角、これが最初の三角、まず鎖を2つ、1、2、最初の三角に引き抜きます。で普通はこんな感じで針を入れて引き抜くんですが、それよりも綺麗に見える方法があって、この鎖のように見えるところ、この上から真ん中に針を入れます。ここに入れて引き抜いた方が綺麗にできます。で次は5周目。5周目はまた V を編んでいきます。
この V と長編み3つ三角を繰り返していきます。次は V で V を編んでいくんですが、次からこの V の数を増やしていきます。最初は1つ、次からは3つ、次も3つ、ここで増やしていきます。でその他は全部数を変えずに1つに1つずつ同じように編んでいきます。 V のところだけ数を増やします。でここはマーカーがついていたところ、ここで V の数を増やします。後で気づいたんですが、ここで針を入れるところを間違っていたので、改めて撮影してで差し替えます。こっちが正しい方法です。まずこの三角の中から糸を出します。今ここから糸が出ているので、このまま三角の中、糸を引き出します。これをかぶせるようにして引き抜くと、これで三角から糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、三角に針を入れて長編みを1つ、三角、これで V が1つ、同じところにもう1つ V を作ります。鎖1つ、長編み、これで V が2つ、3つ作るんですが、ぐるっと1周して最後にもう1つ足して全部で3つにします。今は2つだけ。次からは1つに1つずつ、1つの三角に1つの V、 この三角の中に針を入れて V を作ります。こんな感じの模様を作っていきます。このマーカーのところでは V を3つ、この三角に V を3つ、長編み、鎖、長編み、これで V が1つ、2つ目、鎖1つ、長編み、これで2つ、次も鎖1つ、長編み、これで V が3つ。このマーカーのところではこの V3 つにします。次もここでは3つ、次も3つ、それ以外は全部1つの三角に1つの V、次からは1つずつ、マーカーのところでは V を3つ、
部位が1つ、部位が2つ、これで3つ。このマーカーのところではこんな感じで広がるように編んでいきます。で次は1つずつ、次また部位を3つでぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。5周目の部位を編んできました。マーカーのところでは部位が3つで、最初のマーカーのところ、ここは全部で部位を3つ、あともう1つプラスします。この三角のところ、長編みと鎖をプラスして全部で下から1、2、3全部で部位が3つ。次はこの長編み3つ、これを繰り返していくので、次は長編み3つで、またこの糸を移動させます。この部位の中引き抜いて、長編みの代わりの鎖3つで、部位の中に長編み2つ、次の部位にも長編み3つ、で次も長編み3つ、1つの部位に長編み3つずつ全部同じように編んでいきます。次も3つ、次も3つ、このマーカーのところでも全部3つ、ここにも3つ、ここも3つ、ぐるっと同じように編んできます。6周目の長編み3つを編んできました。これが最後の部位、最後の部位にも長編みを3つ、最初の鎖の下から3つ目、これで6周目が終わりました。この模様を繰り返していくので、次は三角、まず鎖を2つ、1、2で、足元1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、引き抜いて三角、次は鎖2つ、1、2、また三角、鎖2つで、また三角、次も三角、マーカーのところでも三角、この一つ一つに三角を作っていきます。でぐるっと編んでここまで編んでいきます。でまた三角の上に引き抜いて次の段を続けていきます。三角の次は V、 V では数を増やしていきます。 V を3つにします。その次はこの長編み3つ、次はまた三角、同じように繰り返していきます。で私はこれを12段ここまで繰り返しました。長さは約
12センチ。12センチのところはこの長編み3つ。次からこの四角を入れて編んでいます。これまでは3周で1つの模様。これ以降は5周で1つの模様。これを2つ繰り返しました。これは好みになるんですが、私はこのヨークの部分を約21センチぐらい編んで、この部分にこの四角を含んだ模様を配置しました。ここは約10センチ。ここは3周で1つの模様。ここは5周で1つの模様を2つ。こんな感じで配置して作りました。これは好みでもっと早くからしてもいいし、全部を同じようにしても構いません。で、最初から四角を編んでいく場合は、今長編み3つ、次に四角を作っていきます。長編み3つの上に鎖を4つ、1、2、3、4、足元1つ飛ばして2つ目に長編み。この長編み3つあるうちの3つ目の長編み、ここに長編みをします。これで四角ができました。隣に長編み、次また四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、これで四角、隣に長編み、今回はこの長編み2つの四角を作っていきます。また四角を作ります。鎖1つ、長編みは2つ連続、また四角、マーカーのところまで来ても同じです。長編み2つの次に四角、このままこの先も全部四角を作っていきます。マーカーのところもこの長編み3つに1つの四角、ここも四角でぐるっと編んでいきます。四角を編んで1周してきました。次は最後の四角、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。これで四角が終わりました。四角の次は長編み3つ、四角の前も長編み3つ、後も長編み3つ。この四角の中から糸を出します。このまま四角の中に針を入れて引き抜いて、これで四角から糸が出ました。鎖3つ、長編み2つ、次も長編み3つ、
次も長編み3つ、次も3つ、これでぐるっと1周します。マーカーのところも1つの四角に長編み3つ、全部1つの四角に長編み3つずつ編んで1周します。でこの次は長編み3つの次は三角 V 長編み3つ、これを繰り返していきます。この四角を含む模様では5周で1つの模様、こんな感じで繰り返します。さっきも測ったんですが、私はこのヨークを22センチ編んできました。でこの四角が始まるところ、ここまで約12センチ、この細編みを含めて12周編んでいます。で四角からは約10センチで10周編んでいます。最後は長編み3つで、この四角の模様は糸や好みによって変わってきます。好みの配置にしてください。それと今回特徴があって、この部分では V の数を増やして広がるように編んでいます。この広げた V の数は1、2、3、ここまでは広げて編んでいます。これ以降は広がらないように一つに一つずつ。なのでここまでは斜め、ここからはまっすぐ。途中でちょっと増やさないで編んでいます。ここまでの長さを測ります。だいたい11センチ。そこからもだいたい11センチ。私の場合は作りたいヨークの約半分まで増やして、それ以降は増やさずに編んでいます。こんな感じで編んでいくと体に沿ってきれいに出来上がると思います。補足として一つ説明したいことがあります。私はこの V3 つで増やしてきたこの範囲の長さは約11センチで、それ以降の増やさないでまっすぐ編んできたところ、これも約11センチなので、この袖の半分が増やしてこっちはまっすぐ、この状態で編んできた場合、この胴体の横幅は約37センチ、一周で測ると約74センチで、これはちょっと狭めの方かと思います。L サイズの私が着た場合でちょっとだけゆとりがあってちょっとフィットした感じなので、もうちょっとゆとりが欲しい場合にはこの増やすところ V3 つのところ、これを増やします。私はここまで増やしてきたんですが、もっと広くしたい場合にはこれを長くします。あと1つとか2つとか、糸によってはもっと数が増える方がいいかもしれません。この増やす範囲を長くするとそれだけこの横幅が広くなります。それと同時にこの袖の部分、これも広くなります。なのでゆったりにしたい時にはこの長さを長くします。体に当ててみて好みの長さになるまで。次にこことここを鎖5つでつなぐので、それも含めて考えて鎖5つでだいたい
3センチ2センチ3センチかなと思っているので、それぐらいプラスして、ここが苦しくない広さになるまで、今この状態で当ててみて、ちょっときついようだったらもう少し編むと腕回りが楽になると思います。好みの長さまで編んでいきます。最初に鎖を編んだ糸端、これを隠していきます。で、ここには鎖のように見えるところ、これをちょっと補うようにして、で模様がつながるように隠していきます。これからマーカーとマーカーをつないでいきます。このマーカーはこの V3 つのライン、このまっすぐ延長線上にマーカーをつけました。この長編み3つの真ん中、こっちも同じ、この V3 つの延長線上、この真ん中で、こっちも同じで、今ここは長い辺、こっちが短い辺、こことここを合わせます。こっちとこっち、こっちとこっちで、分かりやすいようにこっち側に違う色のマーカーをつけます。で、まず白い方と白い方で、この糸は切らずに休めておきます。このまま新しい糸を持ってきます。編みやすいように1回結び目を作ります。で、ちょっと長めに糸を残しておきます。このマーカーをつけた長編み3つの真ん中、新しい糸を持ってきて、鎖を5つ、まず1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、反対側のマーカーのところで、表から針を入れます。で、引き抜いて、これでつながりました。これが袖になります。袖ぐりになります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。で、今鎖5つ、もう少し長くしても大丈夫です。今鎖5つで、あと3の倍数であれば増減しても大丈夫です。こっちも同じようにします。ピンクとピンク、新しい糸を持ってきて、2、3、4、5で、反対側表から
針を入れます。で引き抜いてつながりました。鎖一つ、こんな形になっています。で、次は長い糸に戻ります。つながっている方で、また向きをこの向きに同じように編んでいきます。で、今糸の出ているところ、今糸が出ているのはこの長編み3つの1つ目、ここから糸が出ています。まず鎖を4つ、1、2、3、4で、ここと模様を揃えたいので、次はこの四角を編んでいこうかと思います。ここではなくてこっちのパターンで編んでいっても大丈夫です。私は次四角を編んでいこうと思います。で、四角を編むので、ここを飛ばして次はこの鎖、1つ目の鎖になっています。1つ飛ばして2つ目で、ここに針を入れるんですが、この時上が2本、下が1本の位置、こっちが2本、こっちは1本、これで長編みで、今回の四角は長編み2つなので、次も長編み、次は四角、鎖1つ、1、2、長編みは2つ連続、次は四角、鎖1つ、足元、ここを飛ばして次、ここを飛ばします。で、ここに長編み、これで四角ができました。長編みは2つ連続、今までと同じです。四角を作っていきます。このまま反対側まで編んでいきます。この鎖の手前まで、反対側の鎖の付け根まで来ました。今長編みが2つ、次は四角、鎖1つ、足元、ここを飛ばして次、長編みをします。1、2、これで四角、長編みは2つ連続、また四角、1、2、長編み、次は四角、鎖、ここを飛ばして次、長編みをします。次からは今までと同じ、
この今出ている糸端は編みくるまずにちょっと置いておきます。後でここぐらいをこう補いながら整えながら糸端を隠したいと思います。このままスタートしたところまで編んでいきます。四角を編んで一周してきました。ここに最後の四角、今長編みが2つ、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、これでつながりました。次はこの模様を繰り返すとしたら、この長編み3つ、この四角の中から糸を出します。鎖3つ、長編み2つ、今までと全く同じです。この袖の部分を編まないで、この胴体の部分をぐるぐると編んでいきます。次の四角にも長編み3つ、次も長編み3つ編んでぐるっと編んだら、またここに引き抜いて次の模様、これ三角 V、 それかこっちのパターンでも大丈夫です。お好みの模様で続けて編んでいきます。これをしばらく繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。脇の下の鎖を編んだところから18段編んできました。長さは約18センチ。ちなみに襟ぐりからは40センチで、この部分は約22センチ。私はこれぐらいで終わりにしようかなと思っています。ちなみにこの四角は12345四角を5個編んでいます。でそこから下はこの部分の模様、これはどんな感じでも大丈夫です。最後にここを細編みで一周します。最後に裾を細編みで一周します。まず鎖、根元に細編み、次も細編み、次の細編みはこの長編みの上、この鎖3つの隣、この長編みはちょっと斜めになっています。次はここ、次もここ、ここ、ここと編んでいきます。一つに一つの細編みで一周します。細編みで一周してきました。これが最後の細編み。次はとじ針で始末します。少し長めに糸を残して切ります。最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み。この鎖3つの上、ここが1つ目、その隣、端から1、2、2つ目に手前から向こうに針を入れます。でこの最後の細編み、ここに戻って上から針を入れます。上から入れて下の
細編みを通ります。で大きさを揃えて、あとは裏でほどけないように留めます。ちょっと行ったり来たりしてほどけないようにします。この脇の下をつないだ時の糸端を処理します。裏返して、でここがつないだ時の長編み3つ、この真ん中の長編みの上がちょっと広がってしまうので、この糸端を利用してこの穴が広がらないようにしていきます。この部分、適当に針を通して、あとは隠しておきます。同じようにもう一本もこの鎖を作った時のこの長編み3つの真ん中、ここが広がってしまうので、で反対側も同様に糸端を処理します。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。襟は広くて浅め、夏にもあと秋冬に下に厚手のものを着ても首元が綺麗に見える形になっています。
脇の下のこの鎖5つでつないだ部分、これがあるので腕が動かしやすくなっています。あと今回作ったここまでは部位を増やして、ここからは増やさないで編んだ方法、これをしたので、ここまでは斜めで、ここは少しまっすぐ、体に沿うようななだらかな形になっています。綺麗なシルエットになりました。裾は短めにしました。お好みによってもっと長くしても大丈夫です。で、サイズを測りました。上から下までは44、襟ぐりからは40センチ、横幅は37、少し狭めになっています。で、この袖の部分、ここは22、襟ぐりは75、袖ぐりは34、使った糸は 210g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。